で俺のイメージは344になってて、で一列にそしたら一人だけ出て歌うっていうやつか、その場でみんなが潜る。なんか笑われたっていう表現なんだけど、笑われたって難しいじゃん、こうね、だから目を向けられないっていう方向性にしようかな。こういうふうにバカにされてるっていう。だからその一人立つとしたらそれ背を向けるみたいな。ああいいね。して一人がなんか歌って、でちょっとなんか踊りながら茶化す、その人の周りをこうやって、なんか居場所がないみたいな、弾かれて居場所がない、行くわけもないみたいな感じで、なんか通路をこうやってやる感じか、みんなも本気になってるのもあって、結構自分に任せてくれる、いい意味で任せてくれるところがあるので、それに応えたいなっていう。今この合宿を乗り越えてきたメンバーだからこそ、まあ多分この11人が誰だったとしても1時から参加した人だったら多分こんぐらいの団結力になってたと思うので、でもその中でもクリエイティブファースト、アーティシズムファースト、クオリティファーストを兼ね備えて集まれた11人っていうのはそれも含めて最強だなと思うので、それをしっかり出したいなと思います。久しぶりにその自分のダンスを解放できて1ヶ月ぶりぐらいに解放できてるので楽しいのと同時に、やっぱ久しぶりにやるとどんどん湧いてくるので、今一番いい状態かなと思ってます。ドンでドンでドン来たら10の前。その先では1、2、3、4、5、6、7、8、ドド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 。そうたくんが基盤を作ってくれて、最初のこうバラバラの立ち位置のやつがすごいいい感じで、なんか本当にこの合宿に集結したぞというか、各々が通過してここに集まってきたぞって、合宿で同じ空気吸ってるぞというなんか雰囲気の構成で、すごいなんか本当に集大成っていう感じの曲になりそうです。そうたくんが作ったのをもう全力でパフォーマンスするのが夢だったんですけど、それがやっとこの合宿最終でできる、プラス日高さんの曲でできるっていう、もう宝箱のようなね。僕の足りないラップに費やす時間も僕は一番欲しているっていうのが、すごい時間が物足りないなっていうふうに今正直思っています。はい、お願いします。お？来た。ラップね。よかったね、ラップで。下向くね。はい。どんな過去があっても今日がスタート。慣れ合いはのでもネバリブアロー。あ、でも声入ってきたよね。そうっすね。前ももももして今まで全然出てこなかった。やっぱラップが声が取るようになったっていうことを言っていただけて、なんかそれは保ちたいなと思いつつも、別になんか特にそれに対して意識してることがないっていうのが今現状なので、なんかそこのなんかその自分のラップをもっと知ってコントロールできるようになれたらなっていうふうに思います。顔がそのラップをやることに一生懸命の顔だから。そうです。だから本当に演技が入ると、なんとかかんとかなろう、バーってことやるからやろうって、ネバーゼロベラベラみたいなのが入ってくると、体で覚えられるんだけどね。で、見るところを若干ちょいちょい変えないと、あなたのラップ時間、ほぼ同じとこ下向いてて。待って、本物いるから、ちょっとここでさ、いいんですか？ちょっとマイクで
流でいいので、ちょっと目線とか表情見てみる。見てちゃんと。怖くなんてないわけがない。だけど止まれない。君と俺の生きた意味を空の果てに刻もう。わー、今ぐらいチャカチャカ動くんですよ。今ちょっとね、大げさにやってるよ。大げさにやってみ。怖くなんてないわけがない。だけど止まらない。初めてそれ見たね。ね、初めて見たでしょ。どんな過去があっても今日がスタート。なれ合いはのでもネバーリブアロー。怖くなんてないわけがない。だけど止まらない。でもめっちゃいい感じになってきてる。僕はやっぱラップが課題だなっていうのを深く感じたので、ラップ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。歌の成長とその踊りながら歌うっていう成長を同時にしていけたらいいなって思ってます。ダンスはもちろんみんなに追いつけるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。サビの振りが結構難しくて、それ以外の構成は結構覚えてるんですけど、そのサビの振りがまだ全然ダメなので、そこを覚えるっていうのがやっぱり審査までの課題かなっていうのと、また明日これの倍くらいの構成と振りが入ってくるので、そこも覚えなくちゃいけないなっていうので、結構また頑張ろうっていう気持ちです。ジュノ君はそっちで、ルイはこっち。いっせーの、いっせーので、そこからしっかりカッカーでここでカを多分揃えたいって言ってたから、こっちのこっちの4個タイプ鳴らすイメージの方が多分こっちが綺麗になる。スレッドがもっとかっこいいとこある。入れた時にはさ、お腹にで状態がこんなにすぎるとダサいから、あ、そう腰気味の方がかっこいい。こう。あ、これか、こういう風に。そうですそうです。はい。色の見えないことは。色の見えないことは。一緒に止まって。あった。いける腰がなくなってる。やばい。いけるあった。そうで一回忘れて。もうからやるよ。どうせ飛ぶなら高く、他のやつらじゃ到底追いつけないくらい。ほぼいいですね。ほぼいい。1回目に歌った時に初めてほぼパーフェクトみたいに言われて、めっちゃ嬉しかったんですけど、直されるとこは一応あったんですけど、その一番最初に歌ったパートのところがほとんどできてたみたいな感じだったので、なんか成長してるんだなっていうのも思えたし、なんか嬉しかったです。もう一回ちょっと頭から言ってもらいたいんだけど、アクセントつけて抜くところもっと抜けなんだ。どうせ飛ぶなら高く、他のやつらじゃ到底追いつけないくらい。すげえ歌だな。すげえ歌だ。マイクでなんとなく。一次審査が終わって二次審査の後、日高さんと面談をした時に自分が何を欠けてるのかとかを
教えてもらった時に再現性がないって言われた時に、再現性がないは同じこともう一回やってって言われたらできなくなっちゃうっていうところ。なんかそれってなんだろうってずっと悩んでて、正直まだつかめてないんですけど、自分のレベルがこうダンスと一緒に成長してないのがなんか本当に悔しい気持ちで、流れ星をつかむように空をかける。今日は自分の中で歌で新しい発見があったので、流れ星をつかむまあね、ここ入れるとね、全身力んじゃうよね。すいません、もう一回お願いします。頑張ろう。 1 to the 2 to the 3 and 4。流れ星をつかむように空をかける。ちゃんと力入ってる。どれだけこの男は腹が使えてなかったかわかりますよね。お腹を押すとお腹に自然に力が入ると。こう歌う時は友達に押してもらったり自分でグッてやったりしてお腹がしっかり使えるようにしたいです。うまくなったじゃん。こんな3人が感動されて。でもお腹使うのってこういうことか。そういうこと。It's not too late, never too late to fly. Please don't waste my time. バッチリじゃないこれ、完璧じゃん。 I know this is the only way. なんかこんくらいやってもいい気がするんですよね、日高。再現性があったら素晴らしいねみたいな感じに話してくださって、ずっとそれでこうなんか難しいなって思ってて、でも今日 I know this is the only way. 何回も同じことできるっていうのは素晴らしいね。再現性がある。もう練習してきました。練習っていうか、それが何かを考えてきました。発声にちゃんともう言語化されてて、なんでかわかんないんですけど、今までそれが難しく感じていて、今日はこうやって歌ってこうやってやってっていうのが簡単に感じれて、わかんないです。でもできるようになったことは確かです。もう一回言ってみよう。せーの、怖くても進めたまにいるよね、タンクでさ、遅れてきてさ、列に入るやついるよね、ガチャって。無理よ、今こうやって走ってきて何にもなかったことで、なんだよなかったことしますみたいな。無理よ、それは。良輝は要所要所で楽しませてやろうというのに自分を見せてやろうという気持ちが勝ってしまう。これすごく近いけれども違うことだと思うんだよね。危ないです。それは危険な要素です。はい。あなたのその独特な歌い方や独特なダンスの手癖というのは単なる癖というところから個性や長所っていうところに確実に進化したと思ってます。勝負って言ってしまったら僕たちの一人一人のアーティストで個性が爆発してるから、負けないんじゃないかみたいな11人で揃ったらっていう気持ちはありますけど、でも今回はちょっと正直分かんないんですよね。前はそのねその目に見えてるそのムーブオン対ビーフリーとかだったりとかもあったからっていうのはあったかもしれないけど、今回に関してはなんかもう11人でやるパフォーマンスじゃないですか。そこら辺は不安にはなってる要素ではあるんですけど、もう最終的なやっぱ集大成
だから合宿でここまで来た11人だから最後そのみんなでその形を少なくとも最高なものを残せていきたいな、残さなきゃいけないなっていうなんか使命感じゃないけど、11人で作ったものを自分のパートは全力で個性出してっていうのをもうするしかないかな、するだけかなって思ってるから。I'm ready to go. 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 ぶち破ろう君と。めっちゃいいめっちゃいい。今のめっちゃいいからさ、今体に入れて。ワン、ツー、スリー。I'm ready to go. ぶち破ろう君と。めっちゃいい。違うパターンで今のね。今のもいい。今のもいいね。優しくいくの。そうでしょ。全部アインゴジャってのになったでしょ。みんなでしっかり個性を生かしていってそれぞれのできるところを最大限に引き出して残り少ない時間ではありますけどいい時間に濃い時間にして、最終審査めちゃめちゃいいパフォーマンスしたいなと思ってます。真面目な性格ですね歌もリズムもピッチもすごい正確でダンスもすごいストレートで歌声だけで人を感動させることもできると思うし、さらにそれにどんどんと色がついていったらどんなに面白いことになるだろうと、いつも思うんですけど、やっぱり感情がむき出しのマナトがもっと見たいなと思っております。 It's not too late, never too late to start 逃げやしないさ。だからさ、うまいのよ。うまいんだけどちっちゃいのよ。さらっとしてて風みたいなんだよ、あんた。ノリっていうのはな、ワンツカツーツカ。ただこれがつったか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 歌うと飽きるんですよ。じゃあバスタタンスカスカスカタンツタスタタンスカスカスカタンって広げたいんだよ、一拍を。のっぺり歌わないで一定にならずにアクセントをつけて歌ったりとか色付けというか、そこに一つ表情が足されることで自分の課題になっているそういう安定感プラスもう一つ何か個性とかを出していくっていう自分の課題につながってくるんじゃないかなというのは、思いました。 Never とか変な顔すればいいじゃん。 Never もう少し毒持たせないと、あなたさらっとしすぎ、さらっとしすぎ。はい、わかりました。はい、顔でもやれ。はい。 It's not too late, never too late to start 逃げやしないさ。ゴールなんて見えない果てないこの旅、君と俺の行く先なら同じ。まあね。でも私はこれに顔を足したいね。これに顔を足したい。ゴールなんて見えない果てないこの旅、君と俺の行く先なら同じ。よしよしよし。どう？だいぶいい。なんか結構その安定したものを本番で出せるのと同時に本番のバイブスでそこにまた一つ自分の課題の表情とか色付けだったりとかそういうのをできればいいなというふうに思った一日でもありました。技術の引き出しとして足りないところも今回知ることができました。怒りとかパワーとか、エナジーを前面に出すこととか道具のエネルギーを思いっきり出すみたいなところではまだ足りない要素があるんだなということも改めて認識しました。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。惜しいな。はい、星月太陽斜め上。はい、星月太陽斜め上。上にあるもの上に見なさい、ちらっと。先生を見てんだけど、なんか舐めて見てる感じでいいので、はい、ははーみたいな感じでいいので、はい、ちゃんとこうしてみたりとか、一回わざとらしいパフォーマンスをここで入れておかないと、本番で絶対できます。1、2、3。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。これいいんじゃないの？めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。今の表情がついてたからこそ今のフレージングになったのよ。はい。やっぱ本当たった数時間で人の歌を変える力があるりょんりょん先生は尊敬しかないですね。その炎を燃やせ。うまくないですか？めっちゃうめえ。どうした？
なんか前飛ばないんですよねとか言ったの昨日じゃなかったっけ？昨日です。今日飛んでる。みんなスキルが伸びてるのもあって、りょうりょ先生うまいじゃんっていう回数が増えてきたのがすごく印象的で、なんかこの合宿での成長をすごく感じて、ちょっと嬉しく思ってます。コミュニケーションがあんまうまくなくて、一人でずっとやってきたっていう面もあって、はい、こいつあれちょやばいやばいやばい、パフォーマンス力がえげつないですよ。ありがとう。夢がなくと思われました。本当に申し訳ないです。あれちょっとスレスレをこうゆうひ嬉しそうだね。誰だ、どこに置いても誰だ。分かんないしゃー。嘘。勝った。勝ち。勝利が日高さんから。勝った初めての勝者。10回。じゃあ1からはい、いきます。せーの、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、飛ばせ、はい、5。喉にアタックがかかってるから喉痛くなるよ。こっちの音。背中丸くマルコです。基礎レッスンは絶対に必要なことだったので、ジュノンとかレイちゃんとかルイとかにも必要なのは当然なんだけど、それだけじゃなくてやっぱソータとかですらやっぱあのレベルになっちゃうと基礎練やる時間ないんだよね。自分で部屋でやるくらいしか、結局そのレッスン教えないといけないし、振り考えないといけないしってなると、やっぱみっちりこんなに毎日基礎練やる時間って絶対取れないんで、やっぱりやっとくのは本当にいいことですね。限界がないから基礎の向上で、1日やったら1日分、その筋トレとかストレッチとやっぱり一緒で、1日やったら1日分基礎の能力が身につくし、1日サボったら1日サボった分落ちるから、自分も本当に過去最高に今クオリティが上がってるんで。圧倒的な瞬間を作ることが多かったのに、5位っていうのはやっぱり根本的な技術量でいうとまだ足りてないことはとても多いです。ダンスだったり歌だったりで。あの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。あれ、甘いよ。あれただし、ちっちゃいな、声が。ダラバラリロロロリララララララって言ってみ。バロロロリラララララロロリララ。あれ、うまいね。もう一回マイクに入れろってこと。フレージングはとっても良かったの。だけどマイクに声を入れるっていうことを知らない。はい。全部マイクに入れろよ。しかも多分爆音で流れるはずなの、この曲だと。なんか男らしくてね。だからそうなるとあんたたちの声が負けちゃうので。はい。やっぱ難しいですね。でもやっぱり何よりも勉強になって。あの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。パフォーマンスの面でも意外と
ダンスは体幹をずっとして今回の合宿では結構してたので、ちょっとブレないようになってきたのかなと思ってるんですけど、言い訳になっちゃうんですけど、やっぱり13歳だし体力がみんなに置いてかれるというか、みんな体力化け物すぎてついていけないんですよね。だからそこをなんとかついていかないといいパフォーマンスはできないので、ちょっと今回の個人の問題は一番はそこですね。そこが一番の目標です。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう。なんであんなちっちゃい「つ」あんなに教えたのにちっちゃい「つ」1個もできてなかったの？ごめんなさい。なんとかのかとかのなんとかのかとかのってことだったよ。それ全部優しいフレーズでしか歌えない。ちっちゃい「つ」で「きっと僕らは」みたいなのができないと。きっと僕らはって歌う。そのタイプ。はい。じゃあ、高橋さん。はい。じゃあ、音の調整とかリバーブ関係を社長使って。あ、ごめんなさい。お願いします。わかんない。お前の物差し測れやしない。なんでさ、お前の物差し測れはしないの同じ顔なの。細やかなことをもう言ってくからね。はい。お前の物差し測れやしない。はい、それでおかしいのは全部がでかいんですよ。あもうわかるでしょ。どうしたらいいと思う？どうしたらいいと思う？お前のでしょ。お前の物差し測れやしない。俺、測れやしないのもどっかにアクセントついて一番立たせるとこはどこなんじゃ。僕は測れはとれにして、測れやしにしました。測れやしないだよね。測れやしない。もっと測れやのやどうでもいいから。やどうでもいいから。測れやのや。測れやしない。彼もいらないの。測れの彼もいらないの。そうなの。測れやしない。すごい良くなってる。ほら、そういう細かいところにやって入れるのが2回目のいいところよね。ちょっとメモらせてください。この前はすごく悔しい思いをしたんですけど、今日は本当にすぐ噛み砕いてやるみたいなのを、なんか本当に今日は一日歌は全体を通してすごく成長する鍵をもらえたなっていうふうに思ってるので。お前の物差し測れやしない。なんか代わりニューレイ。そこまで歌える才能を持っているのだから、パフォーマンスで踊りながら歌うときにコントロールしてほしい。これは高いハードルでもあるし、同時に最低限の課題でもあります。 It's not too late, never too late to start。 ちょっとオケが落ちて静かになるところか。横にさふわっと美しく歌え。いいね。歌い方とか発音とか発声とかねをこうやっていったんですけど、まずしっかりとダメ出しを下げてですね。いいえ。私踊りできないんだけどいいえ。ちょっとこんな感じ。ものすごい粘って、無限大、ここに無限大マークかけ。
It's not too late 違うのもう私には見えるの。あなたはここだけで生きてるの。ああ、なるほど。すごい下にカーンって落ちた声がないの。もっと踊りながら歌えと言われたんですけど、実践していこうと思っています。眉毛で語れ、目の縁で語れ。 It's not too late Never too late to start なんで口閉じ Start ほらほら今口閉じないでさ、語尾口閉じないで口開けたまま聞いたらめっちゃ喜んだのよ。気抜くなよ、聞いてる方も。はい待てやしないさ待てやしない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 はい待てやしない待てやしないはい待てやしない待てやしないさあ待てやしないさあ今のいいよね。めっちゃいい。今のいい。はい、次。素晴らしいパフォーマンスをしてた春闘の順位が他に比べて伸びなかった理由を挙げるとするならば、やはりピッチの悪さになりました。難しいです。その根本的なところでどうしてもつまずかないでほしいというのは思いました。 1, 2, 3, and 4。色の見えない言葉聞き飽きたよ。色の見えない色のいいのピッチは当たった方がいいな。で、開けてからこうだよ。こういうのってさ、バレーボールとか上でそういう格好してやってみ、当たりから顔よかった。色の見えない言葉聞き飽きたよ。それだと色のって綺麗に歌ってる時間がないので、色のアタックでハローしたの。はいあ、そうその方がマイクで、あとマイクに入れろ声。はい、1、2、3。色の見えない言葉旅館の女将、旅館の女将、早めに入る、早めに入る。色の見えない言葉聞き飽きたよ。いや、どうして顔変えないのかしら。どういうことかしら。私表現力の先生なのに。もう一回お願いします。1、2、色の見えない言葉聞き飽きたよ。ほらね、それだけでアクセントつくでしょ。ほら、だから色の見えない言葉聞き飽きたよってどうしてつなげて歌っちゃったの。ねえ、そうでしょ。色の見えない言葉聞き飽きたい。聞き飽きたいんでしょ。アクセント。1、2、もう一回。色の見えない言葉聞き飽きたよ。ああ、いい。めっちゃかっこいい。今の撮ったかしら。毎回そういう時に今のがめっちゃいいので、もっと頑張らないとなっていうのは思いました。率直になんかもっともっと追求していこうとも思いましたし、あと残り少ないからもうできることをいろいろやっていこうっていう気持ちになりました。ソロアーティストとしてやってきた経験値が今のあなたのアーティシズムやクリエイティビティを支えていると思うんだけれど、グループとしてのクオリティを見たときにひょっとしたらネックになってくることかもしれないです。振りにニュアンスが出た時の周りとのちょっとしたズレ、そういったものは少し目立つようになってしまったかもしれません。なんかチームを考えすぎて全然自分が出せないです。いける腰がなくなってる。やばい。いける。あったよ。そう。で一回忘れてずっと負けてる。順位は上がりたいなとは思ってますけど、ぶっちゃけ今はその音楽ファーストに考えてパフォーマンスに専念しているので、誰よりに勝ちたいとかあんまないし、ただ11人でいい作品を作りたいから、ソータが作ったものを全力でこっちからもアイデアを出して一緒にクリエイティブする。ソータが引っ張ってくれてるのは確かですけど、そこにちょっと自分のスパイスを加えてみたり、誰かのを入れてみたりみたいな形で作れてるのもなんか11人らしいなとは思うので、きっといい形で振りが完成するのかなとは思ってて、俺のこの3から
ありがとう。覚えて入りました。なんか一人一人の個性を生かしつつ、なんかみんながみんなのためにパフォーマンスできるような作品を作るのを心がけました。今までのと比べ物にならないほどのクオリティの高さを誇る作品が出来上がると思うので、最終審査とんでもないものをぶちかましてやろうと思います。成長できた部分を最後の集大成として自分なりの感謝というものをこうパフォーマンスを通して皆さんに伝えていけたらなっていうのは思いました。改めてダンスって楽しいなって最後の最後に感じれたのですごく良かったなって思います。本番には絶対にしっかりと、パフォーマンスをしたいなと思います。はい。ソータのコレオグラフがやばいっす。いやもうあれはもうやばいでしょ。かっこよすぎますよね、本当に。難しいんですけど覚えやすくて、で終わって動画撮って見た時のすごい感動もすごくて、本当にすごいものが出来上がってるんじゃないかなって思います。やっぱ今この自分のいる環境というか今いることが普通じゃないなっていうのも改めて感じることができたので、しっかりと明日は、もっともっと気を引き締めて集中して集大成として恥じないステージングにしたいので、明日マジで命がけで頑張ろうかなと思ってます。この合宿がどれだけ濃かったとか大切だったのか、どれだけ自分たちが成長できたのかっていうのを伝えるには本当にもってこいのパフォーマンスにできると思うので、それを信じてもう自信持ってここまで来たから、最後のパフォーマンスは基礎とかもう焦らずに普通にやっちゃいます。ぶちかましちゃいます。最後重要よ。この To the First をがっつり完成させて、我々全員テンとか直樹とか俊介とか大輝とかこの合宿1ヶ月15人でやったものの集大成ぶつけて、この合宿は絶対に間違ってなかったと、いいものだったと、絶対この日本に必要なものだったっていうのを世の中に証明する一日にしましょう。To the First! やばい！
ついに来てしまった。合宿がもう終わるんですよ。今日は本来であればいわゆる1ヶ月ニュー読んだ合宿での課題の発表であり、合宿の3回目の審査日っていうだけの日だったんですけど、やっぱその想像以上に団結力とか、すごいこう陳腐な言葉になっちゃうけど、ものすごい強い絆が生まれていて、当然自分も含めた現在の12人とかにとっては、集大成、合宿だけじゃなくて、なんかここまでの人生の一つの集大成をこう掲げる日みたいになりました。なんか何を持ってくるんでしょうね、今の彼らは。まあただそれがすごく素晴らしいものであろうことは予想に難くないですけど、人生をこうかけてる彼らに真摯に向かい合った時に、自分も人生をかけている以上、そこでこう情に流されてしまうとか、そういったことがあってはいけないし、それこそ彼らに対する冒涜だと思うので、シビアに決断し続けることに対しては迷いや不安や悩みはあるけれど、そこはもう最初に抱えた強い意志が絶対に揺るがせないことだけは確かですね。ザ・ファースト合宿最終審査 VS プロアーティスト。プロのアーティストの楽曲をただなぞってコピーするのではなくて、自分の言葉にして、自分のメロディーにして、自分のパフォーマンスとして作り上げて披露してもらう、この合宿最後のパフォーマンス。ここまで残ってきた最後の11人登場してください。今まででは一番セットらしいセットだと思うけれど、どうですか？なんかステージが本格的すぎてとても緊張しています竜兵はいよいよラストですけど、どうですか？やっぱラストの審査でこういったステージを用意してくださったことに本当に感謝していて、やっぱこれからデビューした時にこういったステージでパフォーマンスをする際にとても今回学ぶことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思っていて、すごく楽しみです。亮輝は？いや本当に、びっくりしてます本当に素晴らしい、パフォーマンスをする舞台を用意してくださって本当にありがとうございます。本当に、ワクワクしてきました。最高なものを、みんなでここのステージで披露できるように全力で頑張ります。お願いします。イエス。ラン。はい、本当にこの合宿審査の最終審査に本当にふさわしい場所だなと入って思いました。ここからが僕たちの本当のスタートだと思って、このステージで自分たちがまず輝けるように、この11人でしっかり最高のパフォーマンスを見せたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ颯太。予想以上の大きさでまずびっくりしたっていうのが単純に今の気持ちなんですが、本当にデビューが決まってない状態の審査状態でこんな素晴らしいステージでパフォーマンスできるっていうのは本当に日高さんはじめ、関係者の方全てに感謝してます。ありがとうございます。本当にでも僕たちがやってきた努力だったり、積み重ねてきたものを発揮できればこのステージに見合った、11人を見せれると思うので全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。
俊斗。はい、ここに来てから初めてこの場所を見たので感動してるし感謝でいっぱいだし本当に、楽しみで、仕方ないです。でもその楽しい気持ちだけじゃなく冷静に抑えて、今日は、みんなと息を合わせて、しっかりと、パフォーマンスしたいなって思います。お願いします。楽しみにしてます。翔太。はい、この大きい会場で僕たち11人の音楽が全部に行き渡ってさらにここじゃ収まりきらないぐらいのパフォーマンスを見せてこいつらにはもっと大きいステージで歌わせてやりたいって思われるようなパフォーマンスを見せれるように僕たち一人一人が頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。レオ。はい、正直本当にびっくりしているのと同時に11人でこの大きいステージでパフォーマンスできることをすごくワクワクしてますし、なんか一人一人パワーがすごく強い11人なので一人一人のパワーを掛け算して11人のパフォーマンスが本当に爆発的なものになることを期待しててほしいですし、そんなパフォーマンスを必ず僕たちはします。よろしくお願いします。お願いします。マナト。はい、入ってきた瞬間本当にすごい大きなステージで、本当にびっくりしました。最終審査ということで、合宿の、集大成、自分の成長できた部分と、みんなの一体感というか本当に11人で作り上げたんだぞというステージを、皆さんに見てもらいたいです。よろしくお願いします。お願いします。レイちゃん。はい、最初入ってきた時にこんな大きいステージだとは知らなかったのでびっくりしました。で一つ思ったのが今はオーディションだから観客はいないんですけど観客がいたらどれだけ音楽届けられるんだろうなって今想像しながらずっと空いてる席を見てました。今日は人がいたら11人全員でもういる人もしいた人にしっかり心に響くようなパフォーマンスにできたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ジュノン。はい、正直この今会場に入った瞬間すごい緊張感が増したんですけど今までこの11人はいろんな本当に最初から二次審査からいろんなステージでパフォーマンスしてきたので絶対に大丈夫だと思うしなんなら今までで一番気持ちよく歌って踊れる会場だと思うので本当に今までで一番最高なパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レイちゃんちょろっと言ってたけどまさにここは普段はお客さんが入れられる会場でこの距離でこの人数っていうのはなかなか迫力あると思うんだけれど今日は俺一人です。何人にお客さんが増えても結局俺と同じような一人がいっぱいいるだけだからそれは忘れないでほしいなと思います。今日俺一人がぶちやられたら何人に増えてもね一人一人、ちゃんと丁寧に音楽届けるつもりでやってほしいなと思うしデビュー前の最終段階として、ふさわしい形なんじゃないかなと思います。全身で受け止めますので、何卒全身でよろしくお願いします。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう風の音雲の鼓動空の向こうその先で会おう型破りでクレイジー衝動だ花
からニュースタンダード責任者を呼びな色の見えない言葉聞き飽きたよ居場所がない行くあてもないなら自分で作るさ何でもありお前の物差し測りやしないさあもう行くぜ君はどうしたい It's not too late never too late to start 逃げやしないさ It's not too late never too late to fly Please don't waste my time どうせ飛ぶなら高く他の奴らじゃ到底追いつけないくらい I'm ready to go ぶち破ろう君と I know this is the only way その炎を燃やせ I know this is the only way 怖くても進め I know this is the only way 何者でもないさなぎのバラフライここじゃ終われない終わる気すらないゴールなんて見えない果てないこの旅君と俺の行く先なら同じどんな過去があっても今日がスタートなれはいわのでも Never leave you alone 怖くなってないわけがないだけど止まらない君と俺の生きた意味を空の羽に刻む It's not too late never too late to start 待ってやしないさ It's not too late never too late to fly Please don't waste my time 放物線を描く流れ星のつかむように空をかけぶちかまそう君とI know this is the only way その炎を燃やせ I know this is the only way 怖くても進め I know this is the only way We know this is the only way その炎を燃やせありがとうありがとうございましたありがとうございましたすごいね曲を作った時からこういう瞬間がこう来ることを分かって作っている曲だったから、それをこう体現してくれてとても嬉しいっていうのが一つなんだけどその